ちょっと締めすぎちゃったかな。ちょっと緩めましょう。はい、前回ですねキャブレターを交換しようということで輸入したんですけれども、ちょっとあんまり物が良くなくてですね、結構手を入れないとそのままは使えない感じだったんで、ちょっと時間かかりそうなんで、今日はですねちょっと気を取り直して、その間にタペットクリアランスの調整でもしようかなと思ってます。で、僕の目黒なんですけど、これ結構タペットがガタガタ音がしててですね、で理由はもうこのちょっと詳しい人に教えてもらったんですけど、結局このロッカーアームの根元のところのシャフトのガタとか、あとはこのプッシュロッドのガタとか、いろんなところに隙間ができちゃってるんで、結局このバルブクリアランスだけの問題じゃないと。なのでこのメカノイズをなくそうと思うと、結構本格的にヘッドをばらして直さないといけないよっていうことなんで、結構この辺の調整も気休め程度っていうことなんですけども、で一応整備書の通りに言うと、吸気側が 0.25 ミリで排気側が 0.3 ミリっていうことなんですけれども、さっき言ったようにあちこちガタがあるんでね、ここを厳密に調整しても結構限界、調整の限界があるんで、私は結構やっつけでやっちゃいます。でどうやっつけちゃうかっていうと、このクリアランスがないぐらいまで、ギリギリまでクリアランスを詰めてしまって、そこからちょっと気持ち戻してあげる。今これガタガタですよね。でこれを締めていくと、クリアランスがなくなるんですけども、このクリアランスがなくなったところからちょっと気持ち20度ぐらい戻してあげる。でそうするとかすかにカタカタってあるかなぐらいまで、クリアランスを詰めてあげると。でもうこれでいいでしょうと思ってます。よいしょ、一回閉めて、これちょっと広すぎるな。もうちょっと詰めましょう。よいしょよいしょ。音はしないけど、なんか隙間があることが手に感覚として伝わるぐらいがいいんじゃないかと思いますね。よいしょ。こんな感じかな。多分ねこれで0.2 あるかなっていう感じだと思いますね。感覚値ですけどね。こんぐらいでいいかなと思いますよ。はい。でこんな感じで、バルブのクリアランスを左右シリンダー分と吸気側排気側分設定をしてやると。でこれでガソリンエンジンの基本要素の良い混合機、良い圧縮、良い転換のところでいうと、これは圧縮に関わる部分ですね。バルブのタイミングがちゃんと動いているかっていうことで、調整をすると。結構気休めですよね。でもね、あちこちやっぱりパッと見てもですね、中のブッシュとかのガタが結構すごい。なのでどこまでこれが本当に意味があるかっていうのはありますけれども、気休めで一応定期的にここはメンテナンスするべきところなんでやっていきたいなというふうに思って今日は手を出してみました。今日のね、バルブタイミングの調整の、内容の補足なんですけれども、あんな雑なやり方で大丈夫なのかよって思う方いるかもしれないんで、ちょっとなんか説明させてもらうとですね、すいません、ちょっと絵描いちゃいますけど、ちょっと雑ですいませんけども、エンジンの絵を描こうと思います。なんかピストンがあって、でクランクケースがあって、でなんか雑ですけどね、これがエンジンだとして、このピストンがすっとこどっこいすっとこどっこいって上下することで力に変わっていきますと。
でここにこのガスが要は混合気が出たり、あと混合気が入ったり排気が出ていったりとかってこうバルブがあるわけですよ。でタペットクリアランスの調整っていうのはこの、バルブを開けたり閉めたりするためのロッカーアームっていうものがあるんですけど、そこのとこのバルブのこの隙間を調整してたわけですよ。でエンジンの形式によって OHV とか OHC とかによって違うんですけれども、大体のエンジンでこのロッカーアームっていうのはこういうねカムシャフトっていうのがこうくるくる回転して、でこれでこうプッシュロッドを動かして、それによってこう上下にこうロッカーアームがこの真ん中のこのシャフトの部分をテコにしてこうなんていうんですか、こうカタ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 動いてこうバルブを開けたり閉めたり開けたり閉めたりすると。このロッカーアームっていうのは昔の戦争映画とかでよく潜水艦がエンジン始動するぞとかってエンジンかけるとガタ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 って U ボートとかでもう誰がその例え分かるんだって話ですけど、そういう部分ですよ。で機械なんでね、それぞれのところにこう隙間があるわけですけれども、今のエンジンっていうのはそういう隙間もすごい交差が詰められてるし、そもそもこのタペットクリアランスっていうのはこう油圧のリフターが入ってていつも適切なものに保たれるようになってると。ただ昔のやつはそうはいかないんで、ここにこうなんていうんですか、ネジがついててネジでこう隙間を調整しているわけですよ。で、カタログっていうか整備書で言うとここ 0.25 ミリとか 0.3 ミリとかにしなさいよって言ってるんですけど、私が結構雑な感じに調整した理由っていうのは、結局ね、年式が古くなってくるとまずここのロッカーアームのこのシャフトとロッカーアームのここすり減ってガタができてる。であとはこっちのこのプッシュロッドも本来だったらこう縦方向にしか動かないはずなんですけれどもね、ちょっと厳密に言うとここにもう一つこうタペットのスライダーみたいなのがあるのかな、そういうのがこう、壁がすり減ってこうグラ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 揺れたりとかしたりとかすると。でこういうところもカムシャフト自体もこう隙間ができてるかもしれないし、もうとにかくあちこち隙間がいっぱいあるんで、ここの隙間だけを例えば 0.25 ミリに厳密にしましょうとかっていうのをめちゃくちゃ追い込んでもほとんど体勢に影響がないでしょうと。で実際ネジをね当たるところまで締め込んでちょっと戻すっていうやり方は当たらずとも遠からずみたいなところがあって、例えばここのネジがM6 ミリのネジだったりすると、普通だとピッチって 1.0 細めで 0.75 ミリとかネジを一周戻すと1ミリ戻るとか 0.75 ミリ戻るとか、そういう世界なわけですよ。だからじゃあ90度ぐらい戻しとこうかなとか、仮にピッチ1だったら90度戻したら 0.25 ミリですよとか、ちょっと雑にやってもね、なんとなく少なくともネジ一周戻しちゃうと大体の場合戻しすぎなんで、それ以内でちょっと隙間があるように戻しとけばいいでしょうと。ここシックネスゲージって隙間ゲージでね、なんとか 0.25 までとかって追い込む時間があったら、点火時期ちょっといじるとかオイル交換するとかプラグを掃除するとか他のことやった方がね、性能にいい影響がありますよ。あんまりここ追いかけてもしょうがないんでっていうのが、私の個人的な考え方でしたっていう補足です。はい。でこのチャンネル始めたばっかりなんですけれども、皆さんチャンネル登録とか、あと Twitter とか Facebook もやってるんですけれども、フォロー本当にありがとうございます。で結構海外の方からメールいただいたりとかしてですね、これって目黒じゃなくて BSA だよねとかって言われるんですけど、BSA って確かに目黒って BSA のコピーなんで、見た目 A10 とかそっくりなんですよね。でも海外の人はあんまり目黒っていうオートバイ自体を知らないんで、結構見てなんでこれっていう反応の人とかもいるみたいで、そういうのもね含めてちょっといろいろ面白い反響があったんで、ちょっとやってよかったなと思ってます。引き続きやっていきたいなと思いますんで、皆さんの高評価、チャンネル登録、あとソーシャルのね Twitter や Facebook のフォローいただけると励みになりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。次回はどうすっかな、キャブをつっつくか点火系をつっつくか、もう一歩ちょっとエンジンをかけるまで近づけたいなと思ってます。よろしくお願いします。